伸びちゃってる。最初1本しかかかってなかったんですよ。でその後にこう暴れてるうちにテールがかかったって感じで、もうやばい、新品だったのにかかった。来た、でかい。なかなかいいサイズのクチナジちゃん。タマンってこの引っ掛けられた後にこの自分で顔をこすりつけるんですよ。こういう岩に、この水中にあるストラクチャーにこう顔をこすりつけてルアーを外すんですけど、根に潜られたと思って、それがもう根がかりに変わること多いんですよ。こすりつけて自分は外れて根がかりに変わってるってことが結構多くて、さっきももう終わったなと思ったんですよ。この潜られた時点で、そこで出てきてくれるのがクチナジかなと嬉しいのか、いや、なんか出てきた瞬間分かったわけですね。そうですね。タマンじゃない。タマンじゃないかもと思って。サーフィンできますね。軽くオフショア入ってます。あ、確かに。早くとかで攻める場所。マッチザベイトさせてミノにしますか、シルバー。これ今どういうベイトが入ってるんですか？今は琉球トウゴロが入ってますね。ハララーってやつ。カララが入ってて、それが餌になってます。カラーもちょっと赤金とかで、その前は12センチのペンシルとかも投げてて全然マッチしてなかったんで、そろそろもうマッチさせないと厳しい時間帯にもなってきてるんで、ちょっと寄せていきたいと思います。じゃあ早速こちらの方で。はい、これがベイト。これがそっくりっすね。超マッチザベイトだ。大きさといい、カラーといい、そっくりっすね。なるほど、これは食うわけですね。これは食いますよね。それ食いますね。これは食いますね。言うことなしですね。こちらアスリートの9センチシンキング、こちらでやっていきたいと思います。これも結構昔からタマン狙ってる人からしたらタマン実績ルアーですね。最近はあんまり効かなくなってるんですけど、もちろんフックはチューン済みですか？はい、リングもフックも強化済みです。でフックはシングルフックに変えてます。サイズがちっちゃいルアーってなるとトリプルだとやっぱりトリプル自体もサイズちっちゃくしないといけなくて、でトリプルフックはやっぱりシングルに比べると弱いです。そうなるとやっぱり全体の強度が落ちてタマンとか来た時に結構曲げられるんですよ。そういうのを防ぐために、ちっちゃいルアーを使う時はシングルフック使うことが多いですね。ルアーでサイズって今年僕ちょっと聞いたことないんですけどね。そうですね、なかなか正直ないんじゃないですか。60もあんまり出なくなってますからね、最ですよ近は。ね。60は軽く超えてると思います。昭和タマン自体がもうほぼ釣れてないじゃないですか。はい、ましてや本島ってなると、いや気持ちいいっすね。気持ちいいっすね。しっかりプラグで狙って、狙い通りですよ。狙い通り、もうそれ以外は狙ってなかったですもんね。ですね。リングも針も強化して P も2号っていう、もう普通の球狙う人よりも太いぐらいのラインで、それでもあんだけ根ずれしてギリギリってぐらいなんで、やっぱりついでに狙う魚ではないですね、あれは。ないですね。タマンもワンチャン来たらいいなみたいな心構えでは挑む魚じゃないですね。もう確実に切られますね。俺本当にやっぱいろいろやってきて P1.5 号じゃなくてよかったなと思います。なるほど。やっ
ぱりもうあんな近くでもドラグ出してもう根ずれしてましたしね。だからその前に釣った口なじとかでもそのままのリーダーでやってるとさっきのは取れなかったんですよ。ああ、もう切られてましたか。だからこの組み直す重要さとリングとフックは変えておく。でかいでかい。来た来た。顔立てて入ってます。やばいやばい。釣れてる釣れてる釣れてる。やばいやばい。よしよしよし。釣れてる釣れてる。タマンですね。タマンですね。かなり大きいですよ。かなり大きい。よっしゃよっしゃよっしゃ、見えた見えた。来た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 。タマンタマン。タマン。おっしゃ、オッケー。やったやった。タマンでかいでかいででかい。っかいでかい。おっしゃ、これタマン。やった来た来た来た。めっちゃでかい。おっしゃ。やったやったやったよっしゃ。ライン取ります。丸飲み丸飲み。おー、やったこれがマッチザベイトですね。あ、60ぐらいあるな。これはいいサイズですよ。すごい引きだったな。よっしゃ、取ったー。よっしゃー、やったー。よっしゃ、やばいやばい。ややりました。でかいでかいでかい。60ある。60楽々超えてる。でっかい。やりました。やばー。やっぱ丸飲み。すげえゴムずる。やばい。はい、やりましたー。はいやりましたやりましたこれがビールから玉ですね。でかいっすね。嬉しすぎる。すごいがっつりっすね。いやもう強かった。これはがっつりですよ、安田さん。やりましたよ。これはすごい。これは嬉しすぎる。ルアーでやりましたよ、昭和から。まさかの地に足つけて釣れましたね。すげえ。マジか。すごすぎる。ああ、よかった。もうめったにこのサイズ昭和のルアーでは見れないですよ。やりましたー。やりましたー。イでかい。エーイ。で、さっき説明した通り、はいシングルですねあ。今のはシングルだから取れたと思うんですよ。強かったですね。カン抜きがっつりですね。絶対かかってます。 2つともですね。結構ファイト中にキリキリしてちょっとまずいな、もうこの辺も根ずれした感覚ちょっとあるんですけど、はいちょっとやばいなと思った瞬間あったんですけど、なんとか取れましたね。そのいなしたりとこのキリキリってしてやばいと思う時にファイトしたらダメなんですよ。このキリキリってした瞬間はもうごめんなさいって感じでちょっと緩めてあげるくらいの気持ち。そうすると魚自身が回避してくれて避けてくれるんで、もうそれのちょっと繰り返しで、まあファイト見てもらったら分かると思うんですけど、何度かそういう緩める場面がありました。やっぱりルアー、はいマッチしてると反応が極端に変わるっていうのも、そうですね。実際さっきのはい判断はすごく正しかったんですね。だから今ちょっと根がかり しちゃったんですけど、その前に赤金投げてて、だけどさっきの場所でも思ったんですけど、普段より当たりないなと思ってて、それでまあ今日見てるとハララがいて、それにちょっと合わせてみようかなと思ったら1投目2投目できましたね。そうですね。2投目8.5 ポンドオーバーしてるんで、これいつものオニラより全然でかいじゃないですか。もうでかいです。8.5 ポンドってことはもう4キロは超えてますね。ですね。やったー。やりました。でかい。イエーイ。やりました。やりました。Huge. Super huge. You're a genius. Fishing gang, あつさ